んにちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画はまたしてもショッピングな内容です。Amazon のブラックフライデーで半自動溶接機買っちゃいました。それでは早速開封。おや、何やらギフトカードが入っていました。よく見る感じのやつですね。放置します。梱包は丁寧です。きっちり収まってます。この箱の中は付属品が入ってるのかな。本体は意外と軽く、スズキットのスターク120よりコンパクトで軽かったです。そして説明書、全編日本語で分かりやすかったけど、ところどころ変な日本語になってましたが、一生懸命な感じは伝わってきました。型番が MIG140A なんでしょうか。不明な感じです。ではお待ちかねの本体です。小さくて軽いので持ち運びには便利そう。デジタルメーターがついていて視認はしやすい感じですね。良い感じ。本体表面も綺麗なイエローでしっかりと層が施されてます。前面、側面、背面に通気口が見えます。背面は排気用のファンがついてるので熱対策もちゃんとしてそうです。アースの端子もついてました。スイッチっぽいのがあったので押してみると開きました。裏蓋には溶接ワイヤーのセット手順が簡略化されて印刷されてます。アーク溶接機にはない構造です。コイル状に巻かれたワイヤーをセットする箇所が見えています。それでは付属品の確認を。これは溶接ワイヤーでしょうか。2個入ってました。0.8mm の鉄用の溶接ワイヤー 500g が2つ。革じゃない布手袋、素手よりは安全でしょうか。謎の番号もついてます。 2.5mm の溶接棒が10本。溶接トーチ 2.5 メートルと保護ノズル2個、導電ノズル10個、0.8 ミリと 1.0 ミリが5個ずつ。溶接ホルダーと接地クランプ、平らな溶接面。これは多分使わないかも。大事に保管します。ワイヤーブラシ付きハンマー、プラスチック製ですぐ壊れそうだけど壊れるまで使ってみます。ショルダーベルト、持ち運び用ですね。本体にハンドルがついてるのでおっちゃんは使わなさそうです。よく見ると電源コードの差し込みプラグが曲がってました。修正します。曲げすぎました。修正します。完璧。導電ノズルの数を数えてるおっちゃん、ちゃんと10個ありました。保護ノズル、無理やり引っ張ったら外れました。これで良いのか。おっちゃん、なんだかネジ山が切ってないのでこういう仕組みなんだなとしみじみ壊しそうな勢いでしたが、笑い。 Amazon のレビューにも書いてあった接地クランプのプラスとマイナスの表記が逆になってると話題の場所をチェック。やはりしっかりと逆でした。説明書の表記が正しいので間違えないように注意です。さて次は初めてのワイヤー同士です。曲がっちゃうと動作不良になるとかでドキドキです。先に本体に溶接トーチを取り付け、トーチのスイッチも一緒に取り付けます。スイッチのカプラーがとても柔らかいので締めすぎに注意しながら取り付けましょう。アースのクリップを取り付け、抜けないように突起がついてます。先ほどのプラスとマイナスの表記が逆になってるのを間違わずに注意して接地クランプを本体に取り付けます。コード類がごちゃごちゃしてきましたが気にせず次の作業に。溶接ワイヤーは 0.8 ミリと 1.0 ミリが使えるようで、切り替えるときはローラーの表と裏を差し替えて使うみたいです。付属してた 0.8 ミリの溶接ワイヤーを使います。いざ開封。密閉されてるのには訳があってワイヤーは錆びるみたいです。錆びるとアーク不良になったりするみたい。
おっちゃんの作業場の環境は錆びやすい気がしてきました。表と裏があるのかな、どうも同じに見えます。保護してた紙を剥がすとワイヤーが見えました。とても綺麗です。ピカピカ。では緊張のワイヤーの取り付け、樹脂のナットを外して溶接ワイヤーを取り付けます。ワイヤースクールというみたいです。ワイヤースクールを取り付けたらワイヤーをガイドチューブに通す準備をします。その前に締め忘れの樹脂ナットを取り付けします。笑い。樹脂のナットなので無理やり取り付けると破損するので注意が必要です。うまくロックできました。続きましてワイヤーをガイドチューブに。ワイヤーの先が曲がってるので切ります。切りました。曲がってるとワイヤーが通らないので曲がってたら切りましょう。ワイヤーを通す時にうっかり手を離すと張力でワイヤーがほどけて面倒くさいことになるので注意が必要です。ひとまずワイヤーをローラーより奥に手動で送り込みます。この時ワイヤーが折り曲がらないように注意します。ワイヤーが通ったらローラーの押さえを倒します。ノブを引き上げて時計回りに締め付けます。この時に締めすぎるとワイヤーが出てこなくなります。ワイヤー送り出しの調整用のノブだったんですね。おっちゃん、気づくのが遅れてこの後苦労しました。次はワイヤーをトーチの先まで送り出します。電源を入れたら溶接モードの選択ボタンで今のワイヤーの太さを選択します。今のワイヤーは 0.8 ミリなので 0.8 に合わせます。ワイヤーの送り出し。この時にトーチのコードが曲がらないように極力まっすぐにします。無理です。なので緩やかに曲げてワイヤーの送り出しをしました。時間がかかったので少し動画を省略。やっとワイヤーの先が出てきました。どこかでワイヤーが詰まってるのではないかとドキドキしてたおっちゃんでありました。銅製のチップをねじ込みます。0.8 ミリ用です。トーチにノズルを取り付けます。1センチワイヤーを先端から出すとなってます。これでは短い。後で調整します。3ミリの鉄の板にまずはフルパワーで溶接テストをします。これ以上ダイヤルが回りません。120アンペアで止まります。200ボルトだとメモリ120アンペアがマックスなんですね。200ボルトで140アンペアなのか。ふむふむ。とりあえずマックス120アンペアで試します。何やら白溶接と勝手が違うようです。スイッチを握ると通電するんですね。なるほど。しかし連続でアークが発生しません。途切れ途切れにアークが発生します。この時はまだワイヤーの送り速度と電流の関係に気がついてませんでした。頑張れおっちゃん。ワイヤーの送り出しのノブをもう少し緩めないといけなかったです。反省。そのことに気がついてないおっちゃんは延々とテスト作業を行うのでありました。すごい量のスパッタがついてます。見たことがない感じです。一旦板を研いで落ち着きましょう。電流を80アンペアにしてワイヤーの送り出しノブを緩めてみました。緩めすぎもダメらしいので微調整しながら。おお、アークが途切れずに溶接できてます。3ミリの鉄板でもしっかり熱が入ってるようで、これならおっちゃんの用途に合ってそうです。慣れればもっと綺麗に溶接ができそう。ワイヤーブラシでゴシゴシ。また一つ NM4 をカスタマイズする道具が増えました。
暇を見て急溶接箇所の補強でもしてみようかな。マフラーも作り直してみたいな。ということで今回の動画はここまで。最近 NM4 のカスタマイズの動画を全くアップしてませんが、水面下ではだいぶ案が煮詰まっております。楽しんでるのはおっちゃんだけという話もありますが、笑い。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。